動画カスタマーです。今日はアベストさんの、LED リフレクターをつけようと思います。じゃじゃん。こう。一応ね、もう店頭確認はしたんで、あれなんですけど。ポジションでもつくし、なんだっけ、ウインカーもつくし、あとなんだっけ、忘れちゃった。流れるやつ。そう、流れるやつ。いろいろつけます。で、あとは、あとこれ、車検対策用のテープ。反射板。うん。で、これ、車検の時つけてまた使えなくなるんで、ちょっと後で写真載せますけど、写し紙でサイズ出して、自分でも作れるように先方出してネットのためにやっておきました。あと必要なのは、一応ね、カプラーをね、買ってきました。あ、その中に入ってる。いや、これ別売り。これね、両側につけるんですけど、なんか Amazon で買って、なんか、ちょっと防水が甘そうだったんで、両端ホットボンドでやって、で、両面じゃなくてビニールテープで巻きました。コルゲートチューブもともとついてたんですけど、なんかチャッチかったんで、こういう風にしました。で、防水のギボシをつけています。で、ウインカー配線もついてるのが、うるせえな。聞こえてるかな。ああ、大丈夫じゃないですか。で、ウインカーの配線もここから取れば楽なんですけど、僕はいつもなんだっけ、交流テストじゃなくて、電池のテストを乾電池でやるんですけど、乾電池やった時スモールとかちゃんとついたんですけど、ウインカーのやつだけ、これも別途載せますけど、電圧が弱いと、こっからこう流れてくるんですけど、なんかここら辺からちょろちょろしか流れなかったんで、で、やっぱ電圧が強いところから取ってくださいってことなので、リアゲートの中で複数ウインカー線が来てると思うんで、そこの一番強い場所から取ります。まあ説明書にもそういう風に書いてあるんだけどね。で、あと、今日もう一個あるのが、じゃじゃん。これは何ぞやと。いや、何ぞやっていうかワイヤレスのスイッチなんですけど、ワイヤレスのスイッチつけます。これはもう 120% このままだと車検が通らないので、スイッチつけます。はい。あと一応ディーラーにつける前にディーラーに確認したら、スイッチ機能つけて、反射板の反射機能があるシールつければ大丈夫だよって一応許可を得たんで大丈夫だと思います。まあでも車検通る通らないはそれで車検通る通らないは検査官のあれにもよると思うんで一応確認してからやった方がいいと思います。そんな感じかな。じゃあ、今から始めます。はい。全体的な流れとしては、まあ、すげえアバウトに行きますけど、まあ、とりあえず、外すと。リグメットじゃなくてなんだっけ。ネジ外して、バンパー外します。で、まあ、前の動画でもやったと思うんですけど、ここ外します。で、リフレクターつけます。で、ここから線が出てくるから、決線してウインカー配線だけ車内に込んで、このウェザーストリップのところ合わせて、こう蛇腹通してリアゲートまで持ってきます。でリアゲートの外し方は、まあ前の動画でも言ったと思うんですけど、まあこことかこことかここの爪も外して、あ、ちょっと出てる。あるある。で外します。はい。
こんな感じで、スイッチはワイヤレスのスイッチはここに、もう僕 ACC の電気来てるんで、ここに置いとこうかなと思います。で、今からネジ外します。ネジは、ちょっといい？これ？どこ？あ、映った。ここら辺のやつを外します。これと、ここら辺の。あとどれだっけ？あとはあれだ、こっちだ。あ、これ。そう。うん、ここは外さなかった気がする。うん。なんか。おお。ああ、びっくりした。頭がもげたかと。こういう風になってます。ね。だから、後で洗おう。これを引っ掛けて、こう。ああ。うん。いきます。これ、下のやつもちょっとでかいけど、うん。同じ原理で。取れました。結構ぶっといんで硬かったです。ほら。これを浮かせるように取ってください。うちのプロからの解説です。プロじゃないです。あれどこやったっけ？もうちょっと細めのマイナスで、ごめん。もう一回やって。今、俺がこっち見せて、カメラがこっち目線じゃなかった。ちょっと。爪切ってないから恥ずかしい。コツは、ちょっと細めのドライバーで、軽くこう持ち上げると、なんだ、これ、持ち上げるともう、なんだ、抜けるんですよ。あとはこっちの、ちょっとこれが上がったら、こっちの太い方を引っ張ってやると、簡単に抜けますね。これが入ると、ロックがかかって、パンパンになるからね。はいはいはい。これがちょっと、持ち上がればもう、あとはでっかい座の方を、なるほど。ちょっと回したりなんだりして、抜けば簡単に取れます。以上です。以上です。クリップがこの下に3箇所あったんで、今外しました。で、あと言うの忘れてたけど、これ、多分これも外すと思います。あと必ず、僕基本的に養生しないですけど、養生してください、これは。溝のところにちょっとかかってもいいと思います。溝ってここね。T30 ね。T30。T30 じゃなきゃ外れないです。外れない？はまらないです。おー。簡単にいけます。緩いっす、意外と。手でいけます。じゃあ、今から、バンパーを外します。こういうのでいいと思うんで。で、多分見てる。ここかな？おー。割かしすんなりいったな。てか、こんな感じなんだね。ここが、あれっすね。怖いよね。フロントの時は俺手でわーってやっちゃった。メリ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 っていくっつって。こんな行くの？おメリメリじゃねえじゃん。手でもいけるよね。でも怖いけど。ちょっとずつやります。いや、メリじゃないでしょ、これ。新しいからまだ。でも3ヶ月。ああ、怖えな。新しいって言ってももう3ヶ月ぐらいか。いや、新しいじゃないですか。
ここも外れる、手で外すのかな。手っていうか。あ、クリップがまだ1個ついてんね、これ。あ、マジですか？見てみ、ほら。あそこ。あ、本当だ。もう一個いたんだ。うん。一回止めます。再開です。慎重にね、慎重に。で、いいか、ここは。うん。あっち行って、下がもうん。う外れてるんで。うん。R 側へ。で、じゃあこっちやります。いいかな。ここも多分同じように。そこはクリップ残ってないですか？多分。うん。お、手でいけるね、ここは。わざわざこれ使わなくてね。もっと苦戦するかと思ったら、意外とうん、スムーズにいってるな、今回は。今回は。ちょっとあれだね。今日は夜にならなそうだな。この間のドアミラーウィンカーさ、ちょっと一回止めます。そうだね。外しました。うん。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。いやいや、まだ終わらない。まだ終わってない満足しちゃダメだ。あと外すときに、このカプラーがついてるんで、気をつけて取ってください。これ外すとき、あ、いいか。ね、こう、ね。これも忘れないように。うん。二人でやった方が楽っすね、これは。うん。もしくは、下になんか、バンパー外した後置けるもんをなんか用意しといて、カプラー一人やるときは、やるといいかもしれない。友達いない人はきついね、だから。俺は、ほんの数人しかいないけど。今から、これ確かネジでついてたと思うので、ネジを取って、あと爪が2箇所あるんで、外して、僕が嫌いな穴開けも今回はします。はい。はい。今ちょっと苦戦しておりまして、ここのガーニッシュの、ここにちょっと競っちゃうので、なかなか外れなかったです。ただ、はめるときはまた苦労するので、これを取ろうと思うんですけど、ちょっと今、取る道具がなくて、ホームセンターおよびオートバックスに行くか、ちょっと今、検討しております。はめるときダメだもんね。うん。取んないとね、厳しい。だからカスタムは、高いやつがパッキンいっちゃったら、そうだ。この、やばいね。絶対そっちの損失の方がでかい。そうだよね。そうそうそう。また買えばいいし。そう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 。そうなんだよね。まあでも、余裕ある方がいいよね。これにする？いいんじゃないですか。うん。もう時間限られてるからね。夜になってる。そうそう。まあ、誰のせいで時間ロスしてんのって話だけど、鍵はなくすわ。鍵がね、ドアが閉まらない。ドアが知らん。まあいいや。じゃああとはエンブレムっていうか、まず糸はマストだもんね。じゃあちょっと糸探しに行きます。主が撮影係になってる。あれ？だいぶ。あ、下はついてないんでしたっけ？下ついてない。下ついてないってすごいけどね。いや、でも正解っすね。つけてなくて。今回はね。ほら。スリスリするほどのあれがねえからさ。こっちからか、こうやって。ほら。
チャンネル登録といいそこじゃない。うん。まだ終わりじゃない。終わりじゃない。始まり。やっとね。うん。じゃあ、いっちゃいますよ。うん。思いっきりいっちゃってください。ここね。おお早くね？うん。どうですか？綺麗に開きました？いや。あ、でもこれは絶対出る。樹脂だから。うん。いやー、それ後で取った方がいいんじゃないですか、手で。手で取る？うん。多分ちぎれると思う。いきます。うん。逆にしてる？ん？よく見てなかった。うん、逆にしてます。逆回転だったね。初穴開け。いや、車体に対する穴開けはずです。穴開け終わりです。次は、ちぎってパッキン入れましょう。うん。あれ？ピントが合ってない。パッキン入れました。ブッシュ入れると綺麗になります。あれ？ピントが合わねえ。パッキン入れました。かっこいい。かっこよくはないか。裏からも見て、あたかも、純正のように。配線保護等々の意味合い。でもいいんだけど、つけた方が気持ちいいねっていう、ね。それだけです。で、ここ傷が入ってしまったと。ずっとさっきから言ってるけどね。うん、しょうがない。しょうがない。後でワックス磨きます。ワックスでは取れない傷だけど。うん、まあ、しょうがない。じゃあ今からはめて、配線を通します。以前スライドレールイルミの動画を見ていただいた方、記憶にあるかもわかんないですけど、配線を中に引き込む際に、脇にこう配線を入れてたんですけど、そうじゃなくて、こっから純正配線に合わせて中に入れようと思います。だから一旦ここのテープを今途中まで剥がしたんですけど、ここは多分カッターとかじゃないと剥がれないので一旦切っちゃいます。中の配線切らないようにお願いします。あと配線がこの赤がブレーキなのでこのカプラの赤につなぎました。で緑がイルミなのでこの薄い赤につないで、で今回はスイッチはアースマイナス側でつけるので、アースはちょっと延長配線を作って中に引き込んでます。延長配線、黒とあとウインカー線を中に引き込んでやってます。で最後にテープします。まずウェザーストリップを外しました。これ片側ずつからやっていった方がいいと思います。でここの蛇腹に通します。でこれ外れるからこれでちょっとガバガバになるからここにはわしていくような感じにします。これ外してみる。うん。でも入れるのもこれ大変そうじゃないか。蛇腹外しました、片方。
こっちがなんか張ってんだよな、ちょっと。こっち硬い。外さない方がいいかな。あれ、ここの情報大事じゃないですか。一番大事。うん。だって一番難しいでしょ。まずここ外しの。うん、ここ外して、ここは外さなくていいよね。うん、いけた。配線同士、見えねえ。ちょっと待って。映んない。先っちょが映ってる。あ、これか？あ、この青いの。ああ、映った。うん。これよ。どう？俺がやったよ。そうだ。これはコツは？コツは、頑張りゃいけます。で、これ先っちょ出したら、L レンチとかで引っ張っちゃうんですよ。そうだね。うん。それでいいと思う。チャギチさえ出てて。で、今回の場合ですけど、ここの手前の方を通して、この真ん中辺狙って、ちょっと指で、これ柔軟なんで、柔らかいからちょっとグニグニニってやったら、シュポーンって入ったんで、頑張ればいけます。手前狙ってください。手前ね。奥でもいけるかもしれないけどね。今回はそれでうまくいったっていう。今回はこれでうまくいきました。ということで、ニョキニョキ通していきます。あと配線、日本語が出てこないよ。ウインカー線が右と左どっちか分かんなくなるんで、印をつけましょう。僕が考案しました。はい、嘘だ。ここです。水色の線ですね。これは運転席側、右側ですね。が、引いてみるとここ。で、水色の線ですね、ここの。しっかり点滅してます。ここがおそらく電源が強いのではないでしょうか。わかりません。あ、これ強いとこから取るんでしたっけ？うん。他も来てんのかな？っていうらしいけどね。ここしか来てないんですよ。あとは、じゃあ、黄色でしょ？他は、ここだな。黄色だな。黄色だ。助手席側向かって、これね、言えないんだよね。助手席側は、左側は黄色い配線、ここの黄色い配線がウインカー線になります。ここね。はい。ここね。はい。はい。まあ、黄色って覚えておいてください。ただいま開始から5時間以上経過してます。ウインカーの線とかこういうの取るときは僕いつもこうやって電源取り出し用のエレクトロタップ的なのをこう、なんていうんだろうね、電源取り出し線みたいに作ってやってます。これをウインカー線にアベソさんの黄色い配線につなげます。で、最後はビニールテープで巻きます。あ、てか、裂いたからね、さっきね。はい。やばくね？いいね。今思ったけどさ、色がやっぱスモークの方が良かったね。これレッドなんだよ。あ、スモークもあるんだ。スモークもある。やばいね。いいね。じゃあ今からリアゲートを元に戻して、最後スイッチ配線します。今からスイッチをつけるんですけど、これ Amazon で買ったやつです。どっちかな？こっちが多分あれか。
これ ACC のプラスにつなぎます。ACC のマイナスに来てます。もともと、他の動画でも紹介しているように、ACC をリアの方まで持ってきているので、それにつなぎます。それで、これは圧着棒端子って言って、そういうのがあるので、買ってきました。落ちちゃってる。もともとこういう結構長いやつだったんですけど、ここにぶっ刺して入れると、だいぶ余分だったんで、普通にペンチでちょん切れますんで、ちょっと加工してこれで入れていきます。で、こことここかな。今回マイナス側でスイッチをするので、さっきアベストさんのリフレクターの配線をぶっ刺す。で、ここからまた配線を出す。で、出したやつを今度また車のアースにつなげれば、おそらくスイッチとして機能するんじゃないかなと思います。配線に関してなんですけど、説明書持ってる？なんか。説明書？そっか。配線に関してなんですけど、これか。これが左右のウィンカー、リフレクターのマイナスです。で、これを決線、ここでして、この NC1 か。ノーマリークローズ。NC は。で、つなげます。で、最後ここのマイナスはどっかのアースにつなげます。で、ここは ACC のプラス、ACC のマイナスですね。それは、ワイヤレススイッチの作動用の電源とアース。そうだね。これは作動用。こっちはウィンカーのやつですね。今回はマイナスでコントロールしました。あとはこれはトグルモードっていうモードにしなきゃ動かないんです。モデルボタンを2回押す。ここだよね。左側。右側はリモコンの学習ボタン。こうした方がいいか。そんな感じかな。で、今から最後、組み立てします。はい。はい。終わりました。今何時ですか？今何時？わかんない。時計持ってない。今何時？8時ぐらいです。8時、さっき見た。8時50分ぐらいで、夜の。そっか。前回シーケンシャルウィンカー、ドアミラーのやつやった時は、夜の9時半。あの時は開始が朝の9時半。12時間。今日はだいたい10時過ぎにやったので、だいたい10時間かかりました。ちょっと余裕ぶっこくすぎたのもあるけど、トラブルとかあったけどね。買い出し行ったりして。鍵がないとかね。鍵がないとか、あとはここをね、ガーニッシュ外したりとかいろいろあったんですけど、そういうトラブルもあったんですけど、トラブル込みで10時間かかりました。で、今日の成果なんですけど、まずこれが今、スモール状態です。で、スイッチをつけて、ワイヤレススイッチをつけたので、一回消します。で、つけます。スモールから始める。こういうランニングアクションから始まります。あとなんだっけ？あとブレーキ。じゃあブレーキ今踏みますね。ブレーキとウィンカーっすね。いくよ。いいよ。実際は自分で見れないんだけどね。実物の方が綺麗だね。ちょっと待って。ブレーキ押すともっと赤く光るの。ちょっと変わって。これ見たいんだけど。この状態？はい。なるほど。オッケー。ウィンカー出してじゃあ。いろんな方向に流れてますね。はい。今みたいな感じになります。こんな感じですね。やっと終わりました。
まあ、次はハイマウントの新作が出るので、これをつけようかなと思ってます。今日はこれで終了です。チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。それではまたまた次回の動画で会いましょお願いします。う。さようなら。さようなら。ハンドリームの消した状態です。